今回の動画では日本版にて近日中に開催が予想されているイベント、サイドストーリー、ガチュウジン、フーイスリアルのイベント内容や同時期に実装されるオペレーター、専用コーデなどを紹介していきます。ガチュウジン、フーイスリアルは先日開催されたイベント、五島激震と同じサイドストーリー形式のイベントで、アークナイツでは大型イベントに分類されるイベントとなっていますが、大陸の方では旧正月である春節にて実施されたということや、他にも多くのイベントが同時開催されたことから、全体的には大型イベントを上回る超大型イベントと言えるような規模となっています。ドクターはイベント中は C の炭と呼ばれるポイントをイベントステージやイベント任務から獲得し、イベントショップにて様々なアイテムや素材と交換することがイベント中の主な目的となります。なお、C の炭はこれまでのサイドストーリーと同じく、イベントステージ以外ではドロップしないので、イベントが開始となる週の殲滅作戦は、イベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。イベント報酬は配布オペレーターであり、初の威嚇オペレーターである援護クラバや、育成素材、論面兵等となっており、これまでのイベントと同じく、論面兵を無限に交換することができる枠も存在しています。そのため、通常ステージよりも多くの論面兵を入手することができ、イベントステージでの素材ドロップ率も通常と比べてかなりいいため、イベント期間中は基本的にはイベントステージをひたすら周回することとなります。おい、誰だよ。ノックもせずに入ってくるなんて。なんだ、ドクターか。なんでこんな格好してるかって？ああ、訓練場でもう一回自分の限界を試そうと思ってな。見に来るか、ドクター。援護クラバは初の威嚇オペレーターとなるオペレーターで、援護クラバに関しては実質的にはラバの昇進3とも言えるような性能となっています。威嚇の詳細などについては後ほど説明をしますが、基本的に援護クラバはラバの速攻性と癖のなさを受け継いだ性能となっており、癖が強い星5範囲術師の中では比較的扱いやすいオペレーターとなっています。その他の大まかなスキル内容などについては後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。続いて、ガチュウジンで開放されるイベントステージを紹介。通常ステージは全部で14ステージが開放されることとなり、そのうちの1ステージがチュートリアル、3ステージはストーリーのみ、10ステージがストーリーと戦闘を含む通常のステージとなります。この通常ステージ数はこれまでで最も多かった剣争の掟の13ステージを上回るステージ数となっており、大陸版を含めて現状最も多い通常ステージの数となっています。ポイントとなる C の炭はチュートリアルやストーリーを除くすべての通常ステージで理性1に対して1つドロップします。ですので例えば WR10 であれば C の炭は星3クリアを1回するごとに18個ドロップすることとなります。さらに今回の通常ステージでも素材はドロップし、WR8 から WR10 でドロップする4号金、中級エステル、中級玄岩は大陸版の統計サイトによれば全ステージ中最高クラスの効率となっています。特に WR10 の中級玄岩の理性効率は他のサイドストーリーと大きな差はないものの、ドロップ率 93% という凄まじい数値となっています。なお、それぞれの素材は今後、4号金であればウォルモンド復刻、中級エステルであれば大陸版と同じ流れであればガチュウジンから見て4つ目のイベント、中級玄岩であれば5つ目のイベントで再びドロップ効率が良くなっているので、自身の手持ちによってどのステージを周回するかを決めることをお勧めします。ガチュウジンはサイドストーリー形式のイベントのため、これまでと同じく EX ステージが用意されています。EX ステージは通常8ステージ、強襲8ステージとこれまでのスタイルからの変更はなく、勲章の入手には EX ステージの強襲すべてをクリアする必要があります。続いて今回のイベントにて登場する新たなギミックを紹介。今回登場するギミックは冥界と呼ばれるギミックで、敵ユニットは必ず冥または界の状態で登場するようになっています。冥であれば敵の頭上に白丸が、界の状態であれば黒い三日月のようなものが表示され、この状態は基本的には登場時から変化することはありません。一方でオペレーターは通常のマスに配置するのであればこの冥界は付与されませんが、冥界の印と呼ばれるマスに配置をした場合、
白いもやのようなマスであれば名、黒いもやのようなマスであれば貝が付与されることとなります。上記の画像であればフェンが名の状態、メランサが貝の状態となっています。これらの属性は相反した状態、つまり仮に敵が名で味方が貝の状態だった場合はどちらも受けるダメージが増加し、どちらも名だった場合は両者とも受けるダメージが低下します。この仕様は逆だったとしても変わりありません。そして先ほど敵の状態が基本的に変わることはないと述べましたが、例外があり、帳簿の印と呼ばれるマスを踏んだ敵は属性が反転します。この仕様がかなり厄介で、敵はステージによっては属性がコロコロ変化したり、名の敵と貝の敵が交互に来たりと、進行ルートから敵がどの状態で防衛ラインに進んでくるのか逆算をしなければいけません。中には無駄に複雑なルートを通って帳簿の印を複数回踏んでくる敵もいるので、これまでとはまた違ったややこしいギミックと言えるでしょう。続いて今回のイベントにて登場する新たな敵たちを紹介。今回のイベントで登場する敵たちは牧毛と呼ばれる。これまで対峙してきた人間や感染生物たちとは一風異なる。一見すると生物とは思えないような姿をしています。役は移動速度はややゆっくりで、通常攻撃の威力もそれほどではありませんが、一定時間ごとにチャージ攻撃を行ってきます。チャージ攻撃の威力は通常の攻撃の2倍となっているのに加えて実攻撃となっているので、重装オペレーターでも停滞ダメージとなっています。また、最も厄介なのが攻撃を受けたオペレーターの属性を反転させてしまうということで、属性反転によって陣形が崩壊してしまうということもしばしば。役が出現した際には、チャージ攻撃を打たれる前に素早く対処することが重要となります。幸い HP は高めなものの、防御力はあまり高くはないので、狙撃オペレーターで遠距離からさっさと対処してしまいましょう。得意は同じ属性のオペレーターでしかブロックすることができず、相反する属性同士だった場合は、ゴースト兵のようにすり抜けてしまうという特性があります。そして最大の特徴は属性が相反する同士の得意がぶつかった際、爆発をして消滅します。この際の爆発の威力が凄まじく、最大で攻撃力の 1650% という非常に高いダメージとなっています。この得意は基本的に連なるように出現することが多いので、一度爆発を始めると何度も爆発が発生し、爆発地点にいるオペレーターはたとえ重装であっても生き残るのは至難の技となっています。一方で得意が出現するステージにはほぼ必ず得意を安全に爆発させることができる場所というのが存在しており、この場所をうまく活用すれば勝手に自爆してくれる敵でもあります。逆に言えば得意が出現するステージは基本的にはタワーオフェンスをすることはできないということです。シャモクは同じ属性のオペレーターしかブロックできないという、いわば今回の敵ユニットの中ではゴースト兵のような特性を持っています。特殊能力としては非常に単純なものとなってはいますが、今回のイベントにおいての最大の自己要因であり、ステージによっては複雑なルートをたどったり、帳簿の印を複数回通ったりと、とにかく厄介な動きをしてくれます。ゴースト兵のように火力で倒してしまえばいいのではと思うかもしれませんが、体力は14000、防御力は600と耐久力がかなり高く、おまけに重量もそれなりにあるので、ブロックして叩くというのが基本となります。ある意味で最も今回のギミックをうまく活用してくる敵と言えるかもしれません。以上が今回登場する新たな敵の一部となります。今回の敵は多くが術耐性が高めとなっているので、狙撃オペレーターなどの物理攻撃力が高いオペレーターを育てておくといいでしょう。続いて、勲章システムについて紹介。今回のサイドストーリーでも、これまでのサイドストーリーと同じく勲章が存在しており、一定の条件を達成することで勲章を獲得することが可能となっています。実際のテキストとは異なる点もあるかと思いますが、獲得条件は上記の通り。以上が今回のイベントで入手できる勲章と入手条件になります。続いて今回のサイドストーリーで展開されるス
ストーリーの概要を紹介。今回の主役はラバとクルースで、ラバはひょんなことからニエンの依頼を受けることとなり、ニエンの妹を探しに行くこととなります。しかし、そこはニエンの頼み事、まともな頼み事なわけがなく、ラバたちは出向いた先で、危機快快な現象や異形の怪物に襲われることとなり、あまりにも突拍子もない出来事が立て続けに起こるため、今いる場所は本当に現実なのかと疑問を持ち始めます。果たしてラバたちはニエンの依頼を完遂し、無事ロドスに戻ることができるのでしょうか。続いて、同時期に失踪される可能性のあるオペレーターを紹介。ガチュウ人の同時期には、援護ラバ、ウユー、サガ、シーの4人が実装されるものと思われます。援護ラバのみがガチュウ人の配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。なお、今回のイベントスカウトはリミテッドスカウトとなっているので、C のみは今回のリミテッドスカウトでのみ入手することが可能です。それ以外のウユー、サガはリミテッドスカウト終了後も通常スカウトに追加されるため、イベント終了後も入手することができます。それでは画面左から順に紹介をしていきます。おい、誰だよ。ノックもせずに入ってくるなんて。なんだ、ドクターか。なんでこんな格好してるかって？ああ、訓練場でもう一回自分の限界を試そうと思ってな。見に来るか、ドクター。援護ラバは合同予備隊 A1 の頃から年月が経ち成長した姿のラバで、予備オペレーターから現在は正式なオペレーターに昇格をしています。アーツ能力も大きく向上しており、本気を出せば周囲一帯を火の海にすることができるほど、精神面での成長も見られ、より大人びた雰囲気となっている一方で、リアリストな部分も強くなっており、感染者が直面している現実にはある種の諦めも見られるようになっています。ただ、相変わらず人の良さは変わっていないので、今回もその人の良さで巻き込まれてしまっている感じは否めませんが。炎のアーツは、もうここまでマスターした。このまま研究し続ければ、現代アーツ理論の限界に触れられる気がするんだ。空間に影響を与えることだってできるかもしれない。援護ラバは星3ラバの時の速攻性はそのままにより火力を上げたような性能となっており、範囲術師の中では扱いやすく癖の少ないオペレーターとなっています。素質の効果によって他の術師オペレーターとも相性が良く、特にエイヤフィアトラとのシナジーは凄まじく、エイヤフィアトラのスキルにはほぼ必ず配置直後から3回発動することができ、スキル3に至っても最短であれば配置0秒で発動が可能になるという、星3ラバの時のスタンドプレイの性能から他オペレーターとの協力ができる性能となっています。なお、援護ラバで初めて実装される威嚇オペレーターについてですが、主な仕様は上記の通りとなっており、基本的にオリジナルと威嚇は別オペレーター扱いとなります。ただ、同時編成したり、同時に基地に配置したりといった状況的に言えば、同一人物が2人いるような環境を生み出すことはできません。なお、育成素材はオリジナルと威嚇の両方を所持しているのであれば、個別任務が解放され、育成をある程度進めることで育成素材は返却されるので、通常の星5オペレーターよりかは結果的に消費される素材は少なくなっています。ちなみに似たようなシステムとして昇格システムがありますが、あちらはアーミア専用であり、昇格システムが今後他のオペレーターに実装されるということは大陸の開発のコメントを見る限りではありません。なので今後他のオペレーターでいわば別キャラ版が実装される際は、すべて威嚇オペレーターとして実装されることとなります。コードネームかい？ウユにしよう。死去ウユのウユだ。貴殿がドクターかい？つまり私の新しいご主人？どうだい？肩を叩こうか、それとも足を揉んでほしい？ウユーは今回のサイドストーリーにてラバたちと成り行きで行動を共にし、サイドストーリー終了後はそのままロドスに加入をした人物です。見た目と違わず特技は占いや風水といった言ってしまえばうさんくさいものを得意としており、ロドス内でもそういった類のもので余力を得ていたようですが、結果的にクロージャに没収されてしまい、その代わりとして多岐にわたる詳細を買われて、現在はクロージャの館内ビジネスにおける助手を務めているようです。
なお、見た目とやっていることはうさんくさくはありますが、根は善人であり、一度受けた恩は一生忘れないという非常に真面目な人物でもあります。そのためか、現在ウユウがロドスで行っていることに対しては悪事ではないと判断され、目はつむられているとのこと。交互城の借りはいずれきっちり返すつもりなのだが、唯一心苦しく思うのは、自らが招くだろう災いが周りにも降りかかってしまうかもしれないことだ。ドクター、貴殿も存じておられるだろうに。それでもこの私にこれほど目をかけられるのか。地宮の恩義、永世に渡りて忘るべからず。ウユウは J と同じく、配置中は常に所持コストを消費し続けるタイプの特殊オペレーターで、配置コストこそ低いものの、維持コストが凄まじいものとなっています。特筆すべきはスキル2の効果で、スキルはマウンテンやシルバーアッシュのスキル2のように、スイッチ型スキルとなっていますが、発動させるたびに3種類の効果のうちから、どれか1つが発動するという、まるでガチャのようなランダムスキルという側面も持ち合わせています。効果はそれぞれ敵弱体化、攻撃性能強化、耐久力強化という異なったものとなっているので、場面によって使い分けることができるでしょう。なお、スキルは任意で解除することができるので、SP が溜まり次第、何度でもスキル効果を変更することができます。お主がドクターか。いや、このような場では厳粛にすべきでござるな。節操は佐賀と申しまする。客層であるゆえ、節操が役立つところあらば、どうかご礼達を。佐賀は東出身のアンギャ層ですが、本人曰く正式な層ではないとのこと。今回のサイドストーリーでラバたちと成り行きで行動を共にし、サイドストーリー終了後はラバたちとは別れたものの、道に迷った結果、ロドスの事務所に着き、そのままロドスのオペレーターとなったようです。なお、ロドスの生活に関してはかなり満足し、満喫している様子。正式な層ではないからか適応力はかなり高く、一時期は属性から離れた生活をしていたため、ロドス加入当初は機械系統はほとんど触れることができませんでしたが、現在では難なく使いこなせているとのこと。適応力の高さの他にも何でも興味を持つタイプの人物なので、極限の環境でさえなければどこであろうと柔軟に対応していけるのかもしれません。住職様、節操は未だ迷いの最中にあります。この世道は節操では未だ見通すことも切り伏せることも叶いません。ですが幸いにも心許せる鬼人と出会いました。その導きのもと、いつの日か節操は必ずやこの乱世を切り開いてみせましょう。佐川星6では CG 以来となる通常型の先方オペレーターで、体感的にはテキサスのように攻撃に特化した性能となっています。最大の特徴は突出による効果で、佐賀は通常攻撃で敵の HP をゼロにするような攻撃であっても、敵は必ず HP が1残ることとなり、その敵には重傷状態が付与され、移動速度が低下、ブロックされない状態となります。重傷状態の敵は一定時間放置することで自動撃破されますが、その敵をオペレーターが攻撃によって撃破することで、撃破したオペレーターの SP が回復するという、コスト回復の他にも SP ブーストとしての性能も持ち合わせているのが佐賀の特徴となります。なお、佐賀は戦術したように、通常攻撃では重傷状態の敵を攻撃することはできませんが、スキル2のみは例外的に攻撃することができるので、自身に対して SP ブーストを行うことも可能です。あら？ドクター？また契約書？はいはい。サインしてあげるからこれ以上私を煩わせないこと。これでいいでしょ？先に言っておくけど、この C が描いた絵はあげられないわよ。誰にもあげないの。リクエストも受けないから。 C は2円の妹となる人物で、性格は高慢不遜、自身が興味がない相手に対しては一切の対応をしないなど、トラブルは巻き起こすものの、一定の人間関係を築くことができる2円とは異なり、かなり扱いが難しい人物です。また、基本的には自室に閉じこもり、一部の人物しか自室には入れさせないので、そもそも大多数は C と出会うことすらできません。
彼女が興味を持ちそうなものさえ持ち込めば関係を築くことができる可能性はあるようですが、いずれにせよ気難しい人物ではあります。ロドス加入後はロドスの廊下の隅に扉を描いて、扉の先に特殊な空間を生み出し、基本的にはそこで引きこもっているとのこと。ただ一部オペレーターはそこにたまに招待されることもあるようです。へえ、よく私にここまでついてこれたわね。一枚書いてあげましょうか。飲み込まれないように注意しなさいね。あちら側の世界はこちら側よりよっぽど魅力的だもの。昔から今に至るまで虚像にとらわれずにそこから離れて全てを忘れ去ることができた人間って何人いたかしら。 C は初回攻撃時とスキル3発動時に小自在と呼ばれる召喚物を召喚することができる。召喚補助のような性能も持ち合わせた範囲術師オペレーターで、範囲術師の欠点の一つである攻撃速度の遅さを召喚物という形で補っています。小自在たちはそれぞれ通常型戦法並みの性能を持っており、特にスキル3発動時はその小自在を多数配置することができるので、大量の敵を C 単体で防ぐこともできるという、これまでの遠距離オペレーターにはなかったブロック性能を持ち合わせています。スキル2やスキル1に関しても扱いやすい性能となっており、かなり癖が強かった前回の限定であるロスモンティスと比べると、かなり癖はマイルドになっていると言えるでしょう。なお C に関してもこれまでの限定と同じくほぼ1年は復刻されないので、入手のし忘れにご注意を。続いて同時期に実装される可能性のあるコーデを紹介。
以上が同時期に実装される専用コーデとなります。続いて、同時期に実施されるイベントや販売されるパックを紹介。今回のスカウトはリミテッドスカウトとなるので、これまでと同じく10連スカウト券の配布と、毎日無料スカウト1回を14日間、合計で24回無料でスカウトを回すことが可能となっています。今回も最終日まで貯めて一気に回すということはできないので注意しましょう。毎日ログインすることで合成玉を一定数獲得することができるキャンペーンも開催されます。今回は形式が少し特殊となり、合成玉を獲得する際はこのような画面が表示されます。この赤いくじ引きの中からどれか2つを選び、数字が大きい方の分だけ合成玉がもらえるという形です。上記の画像であれば合成玉は600個もらえるということとなります。なお、今回からは前回のように最終日にまとめて開封するということはできなくなっているのでご注意を。大陸版の旧正月の除夜にて開催された1時間ごとに素材が各オペレーターたちからメールで届けられるというキャンペーンは日本でも開催されるようです。メールの内容はさすがに旧正月ではないので変わるでしょうが、配布される素材などは変わらない様子。なお、メールは毎時ログインしていなくても自動で受け取ることができるのでご安心を。超大型イベント恒例の14日間ログインボーナスキャンペーンも行われます。ログインボーナスは上記の通り。記念パックの販売も行われます。まずは記念パック、フェニ。続いて記念パック、白。3種類のパックの中からどれか1つを購入することができ、購入したパックごとに各オペレーター1人をランダムに入手することができる 1.5 周年記念スカウトパック。例えば一番左のウィーディ、ソーンズ、マジュランのパックを購入すると、その他のパックを購入することはできません。そして購入したパックから獲得できるオペレーターは選択することはできません。あくまでもウィーディ、ソーンズ、マジュランの中からどれか1人がランダムで入手できるという形です。同時期には各シリーズ単勝角も実装されます。新規殲滅以来、ウルサス排気コークの実装も発表されました。こちらのステージに関しては9月6日午前4時から開放されるでしょう。アンジェリーナ、ワルファリン、ギターのラバの階層広くと逆離演算も実装予定となっています。その他にもレインボー6シージコラボの開催も告知されましたが、ガチュウ人とは別のイベントとなっているので、こちらに関してはまた別の動画で解説させていただきます。以上がガチュウ人や同時期に実装されるオペレーター専用コーデ同時開催イベント等となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。